皆さんこんにちは。今回はアジア三大祭りの一つ、ペラヘラ祭りを徹底解説します。このチャンネルに私たちが登場するのは久しぶりだな。ペラヘラ祭りって日本では全く馴染みがないからね。今回は解説量が多くなるから私たちの出番のようよ。何から解説していくんだ。まずは今回の内容だけど、こんな感じになっています。1、祭りの概要と注意点。コースは変更されることがある。2、100頭以上の象が待機する物資寺に行ってみた。スリランカで最も神聖な寺院。3、ペラヘラ祭りはどこで見るのがいいのか、徹底解説。4、祭りの数時間前、宿を出たら驚きの光景が。5、これがペラヘラ祭り直前の状態。一生分のスリランカ人に出会う。6、ペラヘラ祭り本番。土砂降りの雨の中、太鼓の世界が蘇る。7、最終日翌日のモーニングフェスティバル。昼も凄まじかった。なんかわからないけどとりあえずすごい祭りなんだな。そうなのよ。なので尺も長いから、概要欄の目次も使いながら楽しく見てもらえれば嬉しいわ。ずっと私たちが解説するのか。いや、基本は今まで通りの Vlog よ。何回か私たちが登場しての解説ブロックがあるわ。よし、じゃあ早速始めてくれ。まずは祭りの概要と注意点ね。主は祭り最終日の2日前に、祭りが行われるキャンディという町に到着したんだけど、そこで祭りのエリアに行く様子をちらっと見てもらったら、再び私たちが登場するわ。それではご覧ください。さあ、これからですね、スリランカ最大の祭りであるペラヘラ祭りを見に行きます。はい、テックバックチェック。チェック。カメラ？モールカメラ。カメラパーツ。カメラ。OK、これ。OK。合ってないような荷物検査をしてますね。一応。わ、すごい人ですね。わあ、すごいすごい。ここにわかんない。さあ、今キャンディの中心地、祭りが行われるところに来ておりまして、6時から祭りが始まります。今この道が封鎖されたりしていてですね、もう完全に始まるぞという感じなんですね。ああいう2階席がいいですよね。まあお金がかかるのは間違いないですね。皆さんこんにちは。ここで、ペラヘラ祭り観覧初日に起きたイレギュラーと、主の勘違い、そしてそもそもの祭りの概要についてご説明します。何を勘違いしたんだろうな。それじゃあ始めてくれ。わかったわ。まずはそもそものペラヘラ祭りについてなんだけど、一説には紀元前3世紀から始まったとも言われる、歴史あるお祭りよ。正式名称はエサラペラヘラ。エサラが7月から8月の頃を意味していて、ペラヘラは行列、パレードという意味ね。由緒ある祭りなんだな。そうね。新月から満月にかけての15日間で行われ、パレードは後半の10日間。そのうち前半の5日間がクンバルペラヘラ。後半5日間がランドリペラヘラといって、後半の方が規模が大きくなるわ。15日間もやるなんてすごいな。日本にはそんなのないんじゃないか。ないだろうね。そしてペラヘラ祭り自体はスリランカ各地で行われるんだけど、このキャンディは、ブッダの歯が今に伝わって保管されているという、スリランカ屈指のことで、スリランカで最大のペラヘラ祭りを見ることができるわ。満月の最終日は祝日なので、国中から人々が詰めかけるのよ。それはすごいな。だからこんなに混んでいるんだな。いや、それが違うのよ。主がいるこの場所は、パレードが通らない場所だったの。だからここは全然人がいないという状況なの。意味がわからないぞレイム。めちゃくちゃ人はいるじゃないか。それになんで主はそんなところで待っているんだ。あ、さてはもう人が多すぎて中に入っていけないという状況だったのか。そこら辺を解説したいのよ。主は今回キャンディに4日間滞在できたから結局満喫できたんだけど、日本人は忙しいからね。ペラヘラ祭りを見る機会なんて少ないわ。せっかくスリランカまで行って丸1ペラヘラ祭りに当てたのに、関取に失敗して見られないなんてかわいそうだから、ちゃんと見てみたいと思っている人はぜひ聞いてほしいわ。一生に一度のことだからな。
そうね、まずはパレードのコースなんだけど、キャンディ市内の大通りをぐるっと巡っていくわ。この台形になっている黄色い道路だな。わかりやすいじゃないか。そうね。そして右下にある仏師寺から100頭以上の像がパレードを開始するわ。主はここまでの情報は事前に得ていたんだけど、時計回り、反時計回りどちらなのかは分かっていなかったの。まあこのコースのどこかに陣取れば結局見られるもんな。そうよ。そして今主がいるのはここ。ここで待ってればいいやと思っていたようね。それで何がダメだったんだ。まず結論として、ペラヘラ祭りのコースは時計回りだったの。なので主の位置取りは間違ってなかったんだけど、この日はイレギュラーなコースで、結論、こうなってたのね。見事に主を避けているじゃないか。どうしてこうなったんだ。わからないわ。この日は最終日の2日前だったんだけど、この日は毎年そうなのか、それとも今年だけそうだったのか。今年だけだったにしても、前もってそうだったのか、当日急遽変更されたのか。そこら辺は不明だわ。いずれにしても、主の場所を通ることは最後までなく、主は遥か遠くから祭りを見ることになったわ。これはそんなに遠いのか。Google マップによれば65メートル離れていたようね。それは遥か彼方だな。逆に言えば、ここまで離れてる場所だから、夕方に行っても道路に面した場所が空いていたということだったのね。あれ。でもそういえばここで道がすでに封鎖されてるじゃないか。このタイミングで分かっただろ。結果としてはそうなんだけど、何せこの状況よ。沿道に人はびっしり。明らかに有料の2階席も埋まってる。そして隣ではファミリーがシートを敷いて座り、今か今かと待っている。しかも大多数はスリランカの人々よ。言葉や状況がわかるんだから、まさか65メートル離れた場所でこんなにスタンバってるとは思わないじゃない。でも柵があったら通れないじゃないか。この時主はこう考えたのね。もちろん Google マップはチェックしてたからそれを見て、なるほど、ネット情報ではここを回るということだったけど、実際にはこうなんだ。そして、反時計回りに回っていき、最後にここに来るんだ。だから像が過ぎ去るまでは完全に封鎖して、過ぎ去ったら封鎖が解かれるんだ。そしてぐるっと回ったら、最後にここに来るんだ。そうじゃなきゃ、こんな離れた場所でみんな待つわけがない。人力で簡単に動かせる策だからきっとそうなんだ、とね。なるほどな。じゃあ周りのスリランカ人たちは、離れた場所だと分かっててスタンバイしてたのかな。半々だろうね。主と同じで、ここも通るんだろうと思ってた人もいたと思うわ。確かめようにも、もはや一歩も中へは入れないほど混雑してるしね。主は言葉もわからないし、ただ待つしかなかったようね。なるほどな。それで、結局どうしたんだ。2時間くらい待ったんだけどね。一向に来る気配が見えないから、諦めて帰ろうとしたのよ。つまり、自分の考えは違ったんだ。こうじゃなくて、こういうルートだったんだ。だからここには来ないんだってね。なるほどな。もともとこの日はコロンボからキャンディに到着した日で、翌日翌々日がメインだったからね。そしたらここに差し掛かった時、まさかのここでパレードが行われていたわけね。同じくもはや全く近づけないから、抜け道を探して通ってみたら、パレードまで10メートルくらいの場所に出られたの。よかったじゃないか。でも路地の間から覗く形だったから、見える範囲が狭くて迫力がなくてね。何時間も立ちっぱなしだから足も痛いし、なのでこの日は諦めて帰ったわ。じゃあ翌日早くから行ったんだな。いや、主はこの日、無料で沿道のベストポジションから見ることは外国人には厳しいと悟ったのね。なので、残り2日はお金を出して席を買うことにしたわ。なるほどな。じゃあこの後の流れはどうなるんだ？この後は目次の2番。100頭以上の像が待機する、スリランカで最も神聖な寺院、仏師寺に行くところからよ。それはすごそうだな。じゃあ早速見ていこうか。さあ本日ですね、ペラヘラ祭りの最終日で、満月の祝日なんですね。祭りは18時から始まるんですけれども、もう今朝の9時の段階で地元の人たちがもう完全に場所をですね取っています。これはもうなかなか一般の旅行客が取るのは難しいですね。なので旅行客が場所を確保するにはやっぱりお金を払ってですねいい席を確保するしかないですね。今日はこの中をですね一旦仏師寺に入れるのか分かりませんが、ちょっと行ってみたいと思います。さあここがですね一番メインの交差点のところで、ベストポジションなんですけども、この今も
皆さん陣取ってるのはもちろん上にですね予約席がありますね。これは多分1万ルピーとか5000円とかそれぐらいな値段だと思います。もうちょっとするかもしれないですね。ベストポジションなんでね。いやーすごいすごい。今日は祭りの最終日で満月の祝日なので、もうスリランカ中からですね人が集まっているようですね。うわーすごいな。いやーすごい。まずは朝の9時ですよ。祭りの開始は18時なんですけれども、すごいな。仏師寺一応入れるみたいですね。あそこでチェックがあるんです。なんでだろう。女性のバッグだけ全チェックみたいなね、不思議な。なんででしょうね。さあ、仏師寺に到着しました。ここがですねスリランカで一番格調高い寺院でして、仏師ャリというブッダの歯がですね収められている寺になります。さあこちらが仏師寺の本尊みたいなところだと思います。ここからお金がかかるんですね。さあここがですねペラヘラ祭りのスタート位置ですね。スタート位置、こちらが、仏師寺で、その右側からスタートしまして、でここを通ってこの道をまっすぐ進むんだと思います。でもうこのですね柵の外には、ここがベストポジションですね。ここにもう人がバーッと並んでいて、今聞いた感じではですね、今聞いた感じではもう昨日の夜からですね皆さん並んでるみたいですね。ちょっとツーリストには無理ですね。外国人専用のチケットカウンターで自販機ですね。で係の人に頼めばやってくれます。外人は2000ルピーですね。で靴を脱ぎます。さあ裸足になってですねこれから、中に入っていきたいと思います。いや裸足で歩くのは気持ちいいですね、やっぱりね。わあすごい匂いが、香りがすごいですね。よいしょ。よかった、無事にプージャを見られそうです。うわーすごいな。うわーここ仏師寺なんですけども、スリランカで最も重要な場所の一つで、ブッダの歯が収められています。ブッダが亡くなったのは紀元前543年なんですけども、遺骨は仏師ャリと呼ばれ8等分されました。灰と遺骨を入れていた容器を加えて10カ所の寺院に奉納されたんですけれども、その後紀元前3世紀頃にアショーカ王がインドア大陸をほとんど統一しまして、7カ所の寺院から仏師ャリを集めて、それを粉々にして一粒ずつ小分けにして周辺国に、周辺国含めて8万以上のお寺に再配布をいたしました。仏師ャリを欲する寺というのは当然無数にあるので、量が限られているので容易に手に入れることはできないんですね。なので時代とともに各国では翡翠とか石英とか宝石の類が代用品として納められるようになりました。そんな中ですね、スリランカには4世紀にブッダの右脳剣士が持ち込まれます。
アヌラーダブラという場所の寺院に収められるんですけども、2号ブッダの歯というのは王の証としてセントと共に移動してポロンナルワを経て1590年にキャンディに収められて今に至ります。仏師寺とこの旧王都は1982年に聖地キャンディとして世界遺産に登録されています。なんだろう、なんか聖なる水みたいな、聖なる水をもらってますね。わあ、すごい人ですね。これから2階へ入ってきます。わあ、すごい、とても進める状態じゃないですか。さあ、こちらがですね2階になります。ものすごい人が来ていて、この中にですねおそらくその仏舎利が収められてるんだろうなと思います。で、今僧侶の方々がいます。で、先ほどここが開いて皆さん中に入っていったんですね。ここが一番神聖な場所なんだろうと思います。いやー、すごい花がお供えがされていて、皆さん並んでますね。さあ、ここがですねあれですね、象たちのペラヘラ祭りで使われる象たちの衣装ですね。うわー、すごいな。これを着て、歩いてるわけですね。一応中はこれで見れたようなので外に行こうと思います。さあ、それでは象さん見に行きましょう。象さん、よいしょ。さあ、いました、象さん。あれ、ああ、生きてるね。さあ、こちらの象さんなんですけども、こういう状態なんですよね。柵とかないっていうね。で、これで大丈夫なのかなと思いましたけれども、ここですね。まあ、足にこうやって鎖が巻いてあるわけですね。これが木にこうやってつながっています。ちょっと象さんを見て回りましょう。さあ、あそこ面白いですね。象さんが寝て水浴びしてますね。大きいな。いやー、すごいな。気持ちいいんだろうな。エステみたいな感じですよね。ぐだーっと横になってますね。ちょっと上から見れる場所行きましょう。水浴びをしている象さんたちが、うわー、初めて見ました、こんな光景は。いやー、すごい豪快ですね。寝っ転がって、象さんも気持ちいいんでしょうね、きっとね。さあ、この象さんとですねちょっと一緒に歩いていきたいと思います。どこまで行くのか分かりませんが、すごいちゃんと理解して、すごいかっこいいな。いやー、すごい広いですね。その仏師寺の本尊を中心としたかなり広大なスペースにですね、象さんのその飼育スペースみたいなものがかなり広範囲で設けられていて、まあなんだろう、動物園の中に、寺があるような、または寺の周りに動物園があるような、まあそういう感じですね。さあ、なんかよく分かりませんけども、あ、やっぱり象さん見に行けるんですね。あ、よかったよかった。これから象さんを、わあ、すごいな。わあ、すごいすごいすごい。ここに全部で7頭ですね。7頭いますね。うわあ、すごい。これはかっこいいな。すごい、なんか遊んでるのかな。うわー、すごい。さあ、そしてこの象さんなんですけども、いやー、すごいです。立派ですね。い
やー、初めて。うわー、すごい、なんか鼻と同じような感じで使えるんですね。なんでしょうあれ。わー、なんかすごい、ゾウさんが鼻を交わらしてますね。なんだろうこれ。オス同士だから別に求愛行動とかでもないし、詳しい人はぜひ教えてください。いやー、すごいですね。すごいことになってます。いやー、一回宿に戻ってまた来ようと思ってたのが大失敗ですね、これは。もう昨日までとは訳が違いますね。とんでもない状況だな。昨日まではですね、まだ夕方ぐらいでも歩けたんですかね。ここまでではなかったんですよ。今日はまだ昼の12時なのに、昨日の夜ぐらいから地元の人は場所取ってるようなので、まあとてもちょっと観光客が立ち入る隙はないですね。お金を払わないとどうしようもないですね、これはね。さあ、それではですね、お昼になったのでちょっと食事をしたいと思います。皆さんこんにちは。ここで、ペラヘラ祭りの観覧席について、すべてお伝えしたいと思います。こんな混雑してるんじゃ、どうしたらいいかわからないよな。そうなのよ。なのでまとめて説明してしまうわ。まずこちらがコースになります。コースが変更されることについての説明をまだ見てない人は、概要欄の目次から見てくれよな。スタート地点に近い場所から説明すると、まず、仏師寺の中で開始を待つという手があります。ああ、さっき主が見て回ってた、象がたくさんいるところだな。そうね。これは地元の若者におすすめされたんだけど、パレードが始まる前の、象が一箇所にたくさん集まっている様子や、着替えさせている状況を見られるのが面白いということだったわ。その代わりダンスなどのパフォーマンスはまだ始まってないから見られません。なるほど。毎年見ているジモティーならではの見方なんだな。主のように何日か祭りを見られる人は、1日試してみてもいいかもな。そうね。さて続いてはここね。あれ、あんまり変わってないんじゃないか。ここは、この場所のことね。ああなるほど。スタート地点って言ってたな。寺の横の歩道のことで、祭りが始まってからすぐにパレードを楽しむことができるわ。あ、そうか。スタート地点から遠いと、パレードが来るまでに時間がかかるんだな。そうなのよ。例えば対角線のここだと、本当に2時間半は待つことになるわ。だからスタート地点に近いというのは結構なポイントなんだけど、ここの場合は柵があるのが難点ね。確かに柵は邪魔だよな。3つ目がこの角ね。ここにはクイーンズホテルというホテルがあって、もうまさにベストポジション。まるで王族になった気分で観覧できるわ。これはすごいな。ここをあらかじめ予約すればいいんじゃないか。期間中は1泊5万から7万だから、庶民にはきついわね。なるほどな。青汁王子とかじゃないと厳しいな。そして次がこのエリア。ここは一般人のベストポジションね。つまりは最激戦区なので、前日夜から地元の人が陣取ってるわ。それは厳しいな。でもできればここで見たいよな。ここは多分無理ね。有料席がないのよ。さっきのここだからね。あ、ここか。これは無理だな。なので旅行者にとってのベストポジションは、交差点から次の曲がり角になるわ。このエリアは商店街で、有料席も売られているわ。有料席にも色々あるんだけど、見晴らしの良い有料席だったら相場は、1万ルピーから1万5千ルピーといったところね。まあ日本人からすれば手が出ないわけではないな。このエリアは何がいいかって、道幅が広いのね。なので正面の見晴らしがいい場所から見ることで、たくさんの象が次々に後ろから歩いてくる大迫力の光景を見られるわ。すごいな。他のところだと無理なのか。この後の動画を見てもらうとわかるけど、他のところはこうはならないわ。なるほどな。さて、次は青で囲んだエリアね。主はここで2日間観覧したわ。この後の動画で実際の様子を見ていただくけど、やはり歩道の部分は地元の人が完全に陣取っているので、有料席を購入することになるわ。1階席が一番良くて、主は6000ルピーから9000ルピーで複数人から話を持ちかけられたわ。結果購入したのは6000ルピーの席ね。
1階がいいんだな。なんか2階の方が見晴らしが良さそうだけどな。この通りは全部街路樹が立ってるの。なので2階はかなり当たり外れがあるわ。ただ値段は高くなって、主は7500ルピーから1万ルピーで話を持ちかけられたわ。結果、7500ルピーで買ったんだけど、とにかく肝心なのは、1階でも2階でも最前列を抑えることね。この通りの有料席というのは、基本的に商店街の各店が、店内をガラッガラに片付けて、プラスチックの椅子を置いて席にしてるのね。なので奥の方だと、店の入り口の幅しか見られないから、あたかも大きなスクリーンで見てるかのような感じになるわ。なるほどな。それじゃあつまらないよな。他にポイントはあるのか。まずは屋根のあるなしね。この祭りは必ず雨季に行われるの。なので、日本のゲリラ豪雨のような激しい雨が、1時間以上続いたりするわ。主も動画の中で言ってるんだけど、それを考えると、無料の歩道は完全にやめた方がいいわね。歩道はシートを敷いて体育座りになるんだけど、傘を差したところで、地面が水浸しになれば、もう座っていられないわ。そう考えると、さっきまでのベストポジションというのも、晴れ前提なんだな。まさにそうなのよ。なので旅行者は、初めから商店街の有料席で考えていいと思うわ。そして次のポイントがトイレね。有料席ならお店のトイレを貸してくれるはずだけど、席を買う前にトイレの有無は確認した方がいいわ。もしなくて、隣の店にあるから大丈夫、みたいなことを言われたら基本的には断った方がいいわ。もうとにかく全く動けないからね。18時から23時の5時間はトイレに行けない前提で考えてほしいわ。結構長いな。じゃあ食事も食べには行けないってことか。食べに行くのは完全に無理だから、パンと飲み物を買っとかないとダメね。ただ飲み物を飲むのは本当に最小限よ。あと、雨が降るとめっちゃ寒いのよ。だからパーカーを1枚持って行った方がいいわね。ということで、いよいよペラヘラ祭り本番よ。主は2日間見たんだけど、1日目が1階席で、途中から土砂降りの雨。2日目は快晴で2階席から観覧。どういう動画にしようか迷った結果、より迫力のある1階席から見た1日目をベースに、2階席からの絵も混ぜてお届けすることにしたそうよ。でも1日目は土砂降りなんじゃないのか。途中までは晴れだからベストな状態で見られたのと、雨の中のパレードもとても良かったのよ。あまりの豪雨にダンサーさんたちが笑っちゃったり、もはや寒すぎてみんな松明の近くに行って温まったり、それらを見て観客もほっこり笑っちゃって、晴れの祭りでは生まれない一体感があったのよね。それにこの祭りは一説には雨乞いの祭りだったとも言われてるんだけど、雨の中、巨大な像の前で舞うダンサーたちの姿は、もう太鼓の世界にタイムスリップしたかのようよ。なるほどな。それじゃあ再開しようか。どこから始まるんだ。この食後に主が宿で一休みして、15時半頃に再び宿を出たところからなんだけど、ここでまさかの出来事が起こるのよ。そこから楽しんでもらえれば嬉しいわ。一体何が起こるんだろうな。それでは皆さん動画をご覧ください。さあ今ですね、宿を出たんですけども、なんでか分かりませんが、ちょうど2頭の象が、道を歩いています。なんでだろう。象さんと一緒に祭りまで行きましょう。おしっこしてる。すごいおしっこしてますね。はは。いやーすごい、今キャンディーの街を歩き出したぞ宿から出たところなんですけども、ゾウさんがね街を歩いています。で鎖がしっかり足に巻かれているので、ゾウさんもですね暴走はできないわけなんですね。で今すごいですね、これゾウさんのおちんちんですね。ゾウさんがおちんちんを出しておしっこをしています。すごいな。やっぱりしかし速いですね。すごい速い。一歩一歩が大きいから、ゾウさんからしたらゆっくりというか鎖がついてるから歩けないわけですけど、いやーすごいですね。速い速い。さあ速い速い。
さあ現在4時なんですけれども、昨日までよりもね明らかにもう混雑がすごいですね。桁違いですね。昨日はまだこの時間だとスーッと中にエリア内に入れたんですけど、もう今エリア内に入るための、検問みたいのがあるんですが、簡単なボディチェックですね。それの列がもうできていて、多分エリアに入るまでにあと2、30分かかるのかなというような感じすらあります。さあまた後ろから象がやってきました。いやーかっこいいな。このね当たり前に象に会える、この象と一緒にね行きたいですけどね。さあ一応このようにですね簡単なボディチェックが行われます。ただ絶対意味はないと思うんですよね。体触ってるだけで荷物何も見てないんで、カバンの中にね何かあるでしょう、これだったら。うわーもうびっしりですね。はい、How are you? Okay, like this. え Like this. So, Japan. いやジャパン。 Konnichiwa. こんにちは。 Tokyo, Osaka, Kyoto, Yokohama. Which part? Do you have sheet? Yeah, I have good. How much? You must pay with air condition. Eh? Wait, 1 minute. With air condition. Air condition. Air condition? Yeah, without air condition. How much your budget? I want to see Yeah, good show. second floor. Second floor, not here, like this. Eh? Second floor here. Yes. Then that's too far. That's better like this view. Ah. You know the location coming like this, Ah. dances like this, dancing. Ah. If you're going up, Ah. only head, you know. なるほど。 This one you can see like this and good location. じゃあグラウンド is the best. Better. Ah. Today after Ah. rain, Gopal is the road. すごいね。うわーいいな、ここいいな。すごい。 Full. Up is full. アップですフル。あ、ゼア、オーバーゼア。フル。 Receive that. リザーブ。ゼア。 Yeah. Full. Eh? Full. フル。 Full, yeah. Full. Oh, okay. I'll give the good seat from here. Inside air condition, no? No good. No good. Hey, up. あ Up. あ、あそこ。 No, come. セカンドフロア。セカンドフロアのフロントシート。 Now, come, I'll show you. フロントシート。Hey, bro, come. フロントシート。うわ。あそこならフロントシート。え 3? あ、セカンドはセカンド。いやー、ベリーファー。 Not far. ベリーファー。 Not far. セカンド。あ、スタンド。じゃあ、I want to try to go up. Only see. Okay.
Ha? Pag wala, dabang ka. Ari, mangkyan. Only see. If the seat is no good, I cancel you. Okay? After I show you another one. OK さあ現在ですね、5時40分ですね。あと20分で祭りが開始になります。もう待つのもね疲れたので、ちょっと下の様子をお届けしたいと思います。いやーすごいね、すごいですよこれは。いやーすごいね。はい、あーかわいい。いやーかわいいね。この席いいですね。なんだろうあれ、この席めっちゃいいな。予約席なのかな、全然埋まってないけどな。最高の席ですねあそこね。うわすごいですねこれね。いやー上の席ね最高ですね。あれねいくらなんだろうな、ずるいな。うわーいやーすごいね、すごいですね。いやーもうなんかすごい、こんなにスリランカ人を見れることは絶対ないですね。すごいな。already I have seat. いやーすごいな、いっぱいいます。すごい。うわーすごいですねこれね。門があって上までびっしりですね。よっしゃ戻りましょう。いやーこっから見るとすごいですねこれはね。はーいさあこのね私の席がここですね。ここが私の席ですね。この席いいですよね。この席最高だな。この席が良かったけどこの席最高だな。さあ6時になりまして、いよいよペラヘラ祭りが開催されます。今物資寺をですね出始めているので、まだここに来るまでは1時間ぐらいあると思うんですけども、深夜の11時まで約5時間にわたるですね、盛大なパレードが行われます。よそから来た人はこの沿道の、普通のお店がこのお祭りの時はですね自分のお店をいろいろ片付けて座席を設けます。でそれが僕の場合は6000ルピーで、購入したんですけども、だいたい30席ぐらいが用意されて、お店の人にとってはですね非常に大きな収入になります。さあ今6時46分なんですけども、雨が降り出しました。沿道の人たちが傘をですね差し出しています。で晴れなら全く問題ないんですけど、やっぱり雨が降ってしまうとこういう状態になるんですよね。すると一番前に座っている人たちはともかく後ろにいる人たちはかなり、見えなくなってしまうんですよね。でかといって後ろに有料席がある以上立って見るわけにいかないわけですので、仮にお金をかけずにこの路上の席がキープできたとしても、晴れならいいんですけどやっぱり雨だとやめた方がいいですね。そして晴れだとしてもやっぱりちょっときついですよね。というのは本当に全く身動きが取れないわけなんですけども、前の場合は少なくとも始まる6時からはですねもうずっと体育座りしていないといけないわけなんですよ。祭りが終わる午後11時までずっと体育座りで微動だにできないわけなので、なかなかきついので、やはりお金を払って椅子の席の一番前を確保するのがいいかなと思います。さ
さあ今夜の8時半になってようやく雨が落ち着いてきて、どうやらスタートしたようですね。爆竹の音がパンパンパンとなっているのが聞こえてきます。すごい。さあ一番最初の人たちがやってきました。爆竹だと思っていたら、どうやら長い、布を振り回して爆竹のような音を出しているんですね。で今観客から次々に、小銭が投げ入れられていて、それを専門の拾う人が拾ってますね。すごいな。さあ火の舞台がやってきました。後ろまでずらーっと火の舞台です。すごい。これどうやって頭の上で回してるんですか。おー、頭の上で回してるんですね。これすごいな。どうやってるんだ。バトントワリングな感じですね。時折上に放り投げるんですね。すごい。すごいな。すごいな。おお。すごい。炎の中に寝っ転がって、で足を上に上げて、すごい。足で回してましたね。うわ、すごい。完全ブレイクダンスですよね。さあそして火の隊の次がですね、この旗の舞台ですね。これはスリランカの旗なのかな。我々が見るスリランカの旗じゃないけど、昔の旗なのかな。さあそしてまたその後ろに別な旗を持った部隊が来ました。この旗は布じゃないですね。もう金属製なのかわかんないですけど、完全になびかない。さあそしていよいよでしょうか。こちらですね。すごいな。上には象使い、マフートというんでしょうか、象使いも乗っています。
ですね。ちょっとダンサーさんたちもさすがにちょっと笑っちゃってる感じです。すごいな。雨足はマックスになっていますけども、もうゲリラ豪雨みたいな感じですけどね。でも祭りはどんどん続きまして、また2頭のゾウさんがやってきました。ゾウもなんとなくゾウさんも早く終わらせたがってる気がします。すごいな、これゾウさん踊ってんのかな。なんかゾウさん踊ってるような感じですね。土砂降りの中の祭りになりました。土砂降りの中で炎を焚いてダンサーさんたちが踊ってます。さあ、すごい雨になってしまいましたね。やっぱりこの雨の可能性を考えると路上はもうやめた方がいいですね。これはもう完全に屋根のあるところに席を確保した方がいいですね。を担いでいます。みこしの中に仏舎利というものが入っています。仏舎利というのはブッダの歯とか遺骨とかになるんですけれども、スリランカにはですね3世紀頃になったと思うんですけども、ブッダの歯が持ち込まれまして、それ以来このスリランカは仏教国になったんですね。でこのブッダの歯、仏舎利がですね王の証として受け継がれておりまして、戦闘をするたびに歯がですねその都市まで運ばれていった、それがまさに王の証ということです。これが仏舎利でブッダの歯ですね。仏舎利といっても当然歯とか骨とか限りがあるので、一度ですねその歯とか骨とかが集められて8万粒ぐらいに分けられていろんな寺院に配られたんですね。ただそれでもやっぱり間に合わないので、代用品でですね翡翠とか宝石とかそういったものを仏舎利として扱っているところも多いです。いやちょっとえげつない雨になってきましたね。すごいな。さあそしてちょっと気づきませんでしたが、マハラジャ的な人が通ってますね。さあすごい、この雨の中ちゃんと踊ってくれてますね。ありがたい。いやーすごいな。基本的に裸足なんですよね。それはすごいな。いやーさすがにちょっと雨が強すぎて路上で見てた方たちがですねさすがにもう無理になって帰ってますね。さあそしてまた仏舎利の像ですね。いやーすごい豪華だなやっぱり。いやー改めてこのキンキラキンのゾウさんはすごいですよね。さっきとはちょっと違いますから、また別なものが入ってるのかもしれないですけれども、いずれにしてもここにすごく大事なものが入っています。すごい迫力だ。さあ続いてマハラジャの一覧になります。この人ですね、この人がマハラジャということです。さあもう終盤に差し掛かったから
弱に模した人たち。さあそしてあでやかな女性陣が来ました。女性のダンサーが来ました。さあこれで多分フィナーレなんだと思いますけども、すごい今までで一番盛り上がってきて、もうちょっとサンバカーニバルみたいな感じです。さあこれがですねフィナーレの時間だと思います。さあ来ました、ぶっちゃりの像ですね。いやーかっこいい、すごいな。さあここに来て最後女性ですかね、これは女性のダンサーさんたちが登場しました。さあそして今夜の11時になりました。これが最後かな、どうなんだろう。さあ無事に終わりました。途中雨がものすごかったですけども、どうにか無事に祭りが終わりました。とにかくポイントはまず座席を確保する、で雨を考えて屋根の下を確保するということですね。で2階よりもやっぱり1階の方がいいと思いますね、臨場感があって。そして次にとにかくトイレ、全く動けないのでトイレに注意です。そして食事、軽食ですね、それを用意しておく。本当に僕は今日3時から、11時まで動けなかったわけなんですけど、それで8時間、もし12時ぐらいから、昼の12時ぐらいから場所取りをするのであれば本当に11時間ぐらいですね、動けませんから食事が必要になります。そしてやっぱり雨が降ったので寒いですね。今 T シャツの上にトレーナーを1個着ている状態ですけど、間違いなく寒いです。なので、しっかりと防寒具を持ってきた方がいいと思います。さあフェラヘラ祭り最終日の今翌日です。昨日の状態が嘘のようにですね、スムーズに歩ける感じになっています。はーい、わあ子供がいっぱい。はーいまあ場所取りもかなりですね容易な感じですね。人は全然いないです。さっき1時間前に比べてかなり増えてますね。なかなかこれも大変だ。さあ今午前11時なんですけれども、やっぱり案の定同じように人のすごい状態になってます。さあ今11時50分になったんですけども、ゾウさんたちが出てきましたね。いやーずっと夜にこの姿を見てたので、昼はまたなんかこう違いますね。ただパレードが始まったというよりはどうなんだろうな、これ別な場所に移動してるみたいな雰囲気ですけど、さあ続々と出てきていますね。さあ続いてダンサーの人たちが続々と出てきました。昨日もですね始まる前にこう男性のダンサーの人たちが歩く姿が見られたんですけども、どういうシステムなんですかね、ちょっとわからないですね。さあ今12時8分です。開始まであと1時間ぐらいなのかなと思うんですけども、ひときわ華やかな衣装を身につけた、見事な象牙のですねオスの象さんが3頭出てきました。さあ現在
時43分です。午後の1時43分なんですけども、まだ始まらないんですが、もうすごい人だかりになっています。もう沿道はびっしりです。さあ今2時5分なんですけども、一応ですね奥の方でパレードは始まっていて音は聞こえるんですけども、まだこの寺の入り口には来ないです。でもうこういう状況でして、すごいことになってますね。さあ今2時半なんですけれども、まだ全然こっちにですね来ないんですね。まだこちらにパレードが全然来ません。でもう見ての通りのすごい人なんですけども、もう奥の方もねもちろんびっしりです。時折ですね下から熱風がこう吹き上がってくるんですね。今人々が密集しているので下はものすごい熱気になっていて、で私は今このちょっと高いところにいるんですけれども、ここはこの右の湖からのですね風がありまして気持ちいいんですけれども、やっぱりこの人混みの中はですねすごく暑いみたいなんですね。でたまにそれが風で、そこの空気が巻き上げられてくると本当に暖房のような熱風が吹き上がってきます。いよいよ私の目の前もいよいよ進めなくなったみたいですね。先ほどまでずっと皆さん前に進んでたんですけども、いよいよこれはもう進めなくなったという感じですね。でちょっと怖いのがやっぱり事故ですよね。先ほど実はですね撮れなかったんですけども、1人女性の方、年配の女性の方ですね、担架で運ばれていったのが見えました。なのでちょっと本当に人混みのね桁がやっぱり違うので、いろいろ準備だったり注意だったりが必要ですね。でもう当然の話、トイレには絶対に行けないので、とにかくこの日は水を飲まないと、朝、宿を出るときにトイレに行ってから水を飲まないということが重要ですね。さあそんな中ですね、目の前の白いホテルがクイーンズホテルというんですけども、このペナヒラ祭りのベストスポットでして、この祭り期間中はですね、値段が6万近くに跳ね上がってるみたいですね。もともと見ての通りかなり格調高いホテルではあるんですけれども、1泊がこの期間は約6万円ぐらいになります。でこのテラスですね、このテラスから観戦するのが一番優雅な見方ですよね。最高のベストスポット中のベストスポットです。ただ1泊6万ですからね、これはなかなか手が出ないですね。さあ2時40分、午後の2時40分になってようやく最初の舞台が来ました。さあこれは布というか鞭なんですね。鞭を振り回して、それだけでバシバシといった音が出ます。この人たちが爆竹のような音を鳴らすと、人々はお賽銭を鳴らします。さあそして、旗を持った部隊がまず登場しております。青、黄色、赤、白、オレンジというね、5色、非常にカラフルです。さあそしてですね、ついに、象が登場しました。いや昼に見る象さんもやっぱかっこいいですね。さあその後ろにはですね鼓笛隊が続いております。さあそして、さらに今度は青い象さんがやってきました。この青もですね非常にかっこいいですね。このまたデザインがねすごくかっこいいですね。この上に乗ってる人も同じようなデザインを身にまとっていて、すごいかっこよくなっています。さあそして結構早い登場ですね。やっぱり夜よりはかなり早い登場なんですけども、激しく、踊るダンサーと鼓笛隊がおりまして、でその奥からです。おいさあ激しく踊る、ダンサーと鼓笛隊の
りを積んだゾウさんが登場しました。必ずこの時は3頭立てで登場して、センターのゾウの上にぶっしゃりが乗っています。いやー、ひときわ華やかですね。やっぱりかっこいいな。さあ、こちらがですね、これがぶっしゃりです。ブッダの歯が入っています。ブッダの歯が伝来したことによってスリランカには仏教が伝来しました。このブッダの歯はですね、歴代王の証として存在してきて、遷都とともに都が移動するとともにですね、この歯も移動してきました。いやー、かっこいいですね。やっぱりね、似合いますね。日本人だとなかなかこうはいかない。いやー、夜に見た時より全然カラフルですね。象牙が非常に立派なオスのゾウさんですね。象牙が非常に立派です。この柄は何でしょうか。いろんな、フェニックス、鳳凰みたいなのが赤、青、白、オレンジと4色ですね。さあ、ゾウさんたちが、去っていった後、今度はですね、王様が登場します。この人ですね。この丸い風よけみたいなものの奥に王様がいるんですけども、全く見えないですね、これでね。そして王様の前の鼓笛隊は必ず王様の方を向いて後ろ向きでね、演奏するのが特徴です。さあ、黄色い、装飾を身にまとったゾウさんがやってきました。黄色い装飾を身にまとったゾウさんがやってきました。上の従者は真っ白な衣装を着てますね。旗を持ってまして、なかなかこの乗ってる人もなかなか大変そうですね。しかし本当ベルセルクの世界観というか、キングダムでも象が登場する時がありましたけれども、いやー、すごい迫力です。さあ、見てください、この状況ですね。現在ペラヘラ祭りの最終日のパレードが行われております。象が街を練り歩くんですが、すごい桁違いの混雑状況となっています。夜に比べるとですね、随分おっとりとしたそういう内容なんですけれども、本当に最後を飾る、人歩きという感じで今パレードが行われています。いやー、しかし本当にさすがアジア三大祭りの一つ、さすがスリランカナンバーワン祭りの一つですね。ヘラヘラ祭り自体は、スリランカ各地で開催されはするんですけれども、とにかくこのキャンディーが最大の祭りになりますので、ちょっと規模がすごいですね。スリランカ中から人が集まっている感じになります。さあ、そしてまた、特別なゾウさんがやってきました。特別なゾウさんがやってきました。さあ、またこのですね、上にこれは仏塔なんですけれども、何か大事なものが入っているんだと思います。これも仏舎利なのかもしれません。さあ、特別な像がやってきたので、また後ろ向きの鼓笛隊とダンサーがやってきました。今回はちゃんと見えますね。王様です。王様がやってきました。インドのようにマハラジャというのかわからないんですけども、かなり恰幅のいい、いかにも王様というですね、役どころの人がやってきました。いやー、このキャンディアンダンスが本当にかっこいいんですよね。またこの太鼓もかっこいいよ、本当に。いやー、かっこいいな。今度は青い象さんが結構連なってきてますね。青い象さんの出番のようです。ちなみにですね、象さんの足にはしっかりと鎖がついています。なので象さんはあんまり歩くことはできないんですね。さあ、そしてまた特別な象さんがやってきました。ひときわ鼓笛隊もですね、演奏が大きくなっています。
っぱりかっこいいな。とにかくかっこいい。ちなみにあそこの交差点の前の席なんですけども、今日何時頃だろうな、10時頃、今日10時頃に来た時はあそこはガラガラでしたね。この手前のここら辺はもういっぱいでしたけど、交差点の前はガラガラでした。さあ今度は赤いゾウさんがやってきました。この後は赤いゾウさんがちょっと続くみたいですね。さあこの赤いゾウさんの後にですね、子供たちがガーッと赤い衣装を着て続いてますね。キャンディアンダンスというのは誰でもできるわけではなくて、一応その昔からキャンディアンダンスを踊ってきた人たちの子孫で構成されているそうなんですね。後ろになると成人男性になって、やっぱりかっこいいですね。迫力がありますね。ちょっとこうポリネシアな感じもあるというか、スリランカが島国であることを感じさせる陽気なダンスですね。さあまた赤い3頭立ての特別なゾウさんがやってきました。赤はやっぱり華やかですね。でダンサーがひときわ激しくなってます。かっこいいな。